やりましたよ。一匹の魚がこれですよ。夢がありますよね、この人も。今日はですね、宇和島市の上村渡船さんを使ってですね、もう出てすぐのところの磯にね、こうやって来たんですけど、弟がここでよく釣ってるんですよ。自分もとにかく実際にこのポイント入ってやってみたいなと思いました。頑張りますよ。同じポイントに餌を貯める感じで今やってますからね。今日なんかだから地形を見ながらね、風も吹いてくれるからその風も利用しながら。いいですか、釣っても。釣りますよ。もう引いたから前出ましたからね。よっしゃ、来た。これ違うわ。これは違いますよ。これは餌取りです。来たでしょう。ベラです。よっしゃ。違う。いや、チヌじゃない。餌取りかなんかのあれやな。こういう感じで当たるんだよな。一回当たったっけな。一応は一生懸命やるけんの食うとも食わんの。出た。よっしゃ。出た。よっしゃ。おっしゃ。おお。おお。そこからちょっと離してね、やり取りしてますからね。今こう八の字で魚を上浮かしてますから。今浮きが見えてますよ。外れた。上が浅い。何やこれ。なんだ外れるんや。がっくりやな。フグが噛んでるやがるんだよ、もう。これ見てみ。フグが噛んだとこがあるやろ。これが切れとる。で、釣る前に噛んどるんやな、やっぱり。塩はね、ちょっとそこしょうとおやすが一緒になって、ちょっと塩めのできかけなと思って。これで近くのそばまでやりよったらドンときた。50は絶対あるよ。もうちょっと頑張ろう。竿はね、臨海アートレーターの 1.5 号の 5m30 です。で、道糸が 1.5 号の PE ですね。それとハリスが3号のカーボンのハリスです。リールはハイパーホースの2500です。浮きがナブラ2の
トリプルゼロです。でほとんど浮力が水面よりちょっと出るぐらいでナビをつけて、そうですね、そのままで抜いていけばガンダムなしで、そうですね、10メーターでも15メーターでも待てば十分入ってきますから。で今日なんかこれにジンタの3号2個とかね1個とかそういう感じでやってます。針は勝負チヌネリエンダコーンですね。1号ですね。私ね割と小針を使うんですよ。だからね1号でも取れられないんじゃないか言われる人いるかも分かりません。軸が少し太いんですよ。で短軸だから開きにくいし、だからもう安心してもう勝負できますよね。なんで風が立たんのかな。よっしゃ来た。今度は取るぞ。ちょっと怒らさずにやるけんね。おーい。よし。左行け左へ。でっかいぞこいつは。
ああ、血までいっとったんか、おい。相当糸出とるな、こいつ。左向いてくれ、左へ。よっしゃ、浮いたか。よっしゃ、変わったと。よし。よっしゃ、浮くぞ浮くぞ浮くぞ。浮いた。太いの。これは太い。太いわ。まだそう簡単にかんだこいつ。うけ太いや。ほら長いの。これ太いの。ここまでいってないか。そうもないか。そうもないけど太い。で何個か言われたろ。よっしゃ。お、太い太い太い。よっしゃ、いた。よっしゃ、取ったの。ほらやったの。これ太い。うりゃ見たか。
でかいのこれ。やりましたよ。一匹の魚がこれですよ。夢ありますよね、この人も。で顔も若いし傷もないし、お腹もそんなに出てるわけじゃないから、パワーがすごかったですね。しびれましたよ、久々の。だからね、こういうやつがいるからやっぱりね、これよりもっと大きいやつがいるからサンゴですよね、やっぱりいりますよね。PE もね 1.5 でも 1.2 でもいいんですけど、すごいでしょう。やったね。うわすげえなこれ。今回もノッコミ終わったんじゃないかとかね、もうちょっとまだずれるんじゃない、いろいろねみんな言われるんですけどね、ここももう大きな食わんかなと思ったんですけどね、入ったらもうずっと食わないから、もう何時間も。で1匹かけたら外れたんですよね。でいるから1匹でいいんだけどなと思ったら、今度はフグに噛まれてで俺自分は思ったんだけど、この潮がちょっとこう生きた上潮と底潮きれいにあって、ほんで潮目マジみたいなのができたから、これはいいんじゃないかなと言ったんですけどね、そしたらどんと来ましたよ。とにかくね、自分一匹取れなかったんです。とにかく釣りたかった。こういう動画撮影してるから。でさっき筆で噛まれて外れた。ほいでとにかくもう当たりがあって一匹でも取れりゃいいがと思って、見せてきてるから。でかけてフグが噛んでて強にやってまた切れてばらしちゃいけんから、ちょっとソフトに糸出しながらやったら結構出て思う以上に出たわけですよ。いいかなってほんでやるとしたら、今度はそんなに怒ってなかったからそうもないけど、右の方にこう大きに浅くなってどんどんこういう壁みたいに落ちてるんで、これが浅いんですよ。そっちの方に行ってもう止めないけんなと、こっち向いたかなと思ったら、ぐーっと前で見たら糸ふけが結構出とるから、魚がかなり向こうの方がいっとったんですよ。いたこれはと思って、ほいでこの背にしつこうとするから、そこを切り返してだいぶ切り返したね。ほいでちょっと離れてこっちに今度は自分の方にちょっと変えてくれたから、ぐーっと寄せながら、怒らさずにゆっくり寄せながら、とにかくこう出とる、そこからこっちにやりたいから、ほいでずーっとして変わったんですよ。ほいでこっち行ってちょっと離れた方がいいから、こちらの方でそこでやり取りすればいいなと思って、センター中心にほんと沖行って突っ込む、また上がる、突っ込む。こっちはそうもなかったけど、左に一回ぐっと行きかけたから、あれはとにかく止めてかわして、それでその場でやり取りした。ほんでね、その時にね、自分はソフトにやって一番怖いな、フグが針をとこ噛んでるんじゃないか、それが一番怖かった。だからちょっと弱気言うたらいけんけどね。だけどね、竿は 1.5 号ね、PE は 1.5 号、ハリスは3号ですよ。で針は絶対にもう開かんからね、この針だったら大丈夫だと。あとはフグが噛んでるか噛んでないか。だからたまに入った時は「やった!」ですよ。だから血の釣り中のはね、競技だけではなしに大きな魚も釣りたい。だけど自分らも実寸 63.5 まで釣っとるけど、今日の魚相当引いとるし、それよりはプレッシャー。とにかく今こう撮影してるから一匹は取らんと、自分もだいぶ語ったから格好つかんからね、やっぱり。取ったら何でもいけるからいけないんだけど、こういう木で中からガラが入ってるから、本当は1号でもいいかなってちょっと家で迷っとったんですよ。だけど待てもう小金来た時線すったりすることもあるから、それで P の 1.5 号にしたんですよ。それが正解だったね。やる時にやるだろう。今日はね、この臨海の昔いうかアトレーターの 1.5 号なんですけど、これをね、自分は 1.5 号未生でする時にはグレザーを使わないんですよ。死に竿を使うんです。なんでか言うたら胴も柔らかいし、魚が怒らない、遠投力もある、寝れさもソフトなやつを投げれるからね。だけどこんなんいいともう年にそうですね
来るといっても3回4回ぐらいのもんですよ、四国で大きなの。だからね、まあ普通の人がこっちちょっと遠征して釣りに行きたいなとか思った時には、そうやね、まあ臨海がありますからね、今年発売されたそれの 1.5 号とか 1.2 号があるんですよ。もうできたらやっぱりハリソ3号とか 2.5 号かけるんだったらやっぱりそうだね 1.5 号ですね、やっぱり。でまあ値段もね、かなり島田さんも頑張ってくれて低価格にねしてもらったからね、俺はもうそれで十分取れると思いますよ。だけど自分は今まで釣りの中で一番好きなアートレーターね、これははっきり言って自信持って言えます。それは何でか言ったら大きな魚が取る。だからこの1号でアートレーターの1号でマダイの10寸で 90.5 かね、それもアートレーターの1号になる。コブダイも04で60センチのコブダイアートレーターですよ。全部アートレーターだから好きなんですよ。だけどね、嬉しかったね、こうやって動画撮影する時に撮れたっていうのがね。俺は実際には60ないとは思うけど、それよりもこういう撮影の時に説明しながらで皆さんにお見せできますからね、できたわけですよこれが。でみんなが参考、勉強いうかね、やり取りの勉強になったりね、参考にしてもらったらすごいね、自分も嬉しいんですよ。それでもう一つはやっぱり自分の記録を上手に伸ばして夢の60を狙うような感じで今から挑戦してみてください。こういうやり取り取った時の満足感もう最高ですよ、はっきり言うて。やっぱり死ぬまで地熱はやるかもわからんですね死ぬまでですよ死んだら三途の川でやるわ一匹でよかったんがこんな大きいのが一匹出てきても